26歳女性たるもの休日にアフタヌーンティーを飲みに行かなければならぬみたいな価値観だったんですけど、別にそれなくても自分幸せだよねっていうのが分かった。もともとはそんな節約って成功できるかどうか分からなかったですし、例えば私も当時節約系 YouTuber とかを見てて、この人はできたかもしれないけど私は難しいんじゃないみたいな、なんかそういうところからちょっとずつ入っていったので、なんかやれるところまでやってみよう精神で始めたので、最初正直目標はなくて、本当に一番最初の半年とかで150万くらいいって、このままいけば年間300万いけるのかなと思ったら本当にいけて、じゃあ同じことを3年くらい続ければ1000万円いくってことなのかと思って、いやでも同じことって言ったってそんな甘くないよなと思って続けたら本当に1000万円いったみたいな。その私がお金にちゃんと向き合うことができたのは、前は浪費家で、その手取りが20万円くらい、月20万円くらいの中で20万円をちょっと超えてしまってるようなくらい使っていて、でボーナスで補填するっていう形で、貯金が全然たまらないっていう人間だったので、なんでそんなみんな貯金できるんだろうというか、なんか当時25歳くらいで周りの同僚のみんなはふと見ると会社にちょっといいバッグで通勤してたりするんですけど、それどうやって買ったのみたいなそういう状況でした。そうですそうです。だからもう当時の日々の生活としてはですね、朝はギリギリまで寝てるので朝ごはん食べずに行くんですよ。で身支度も適当で行って、で会社に着いたら、甘めのコーヒーを飲んだりとか、喉乾くので自販機で基本的に1日4本とか5本くらい何かを買うんですよね。で昼ご飯は社食か、近くのなんかパスタが食べれるところでパスタ食べたりとかでちょっと高くつくじゃないですか。だから700円とか、今からすると安いですけど、はい。で、残業もあるのでお菓子食べながら残業してっていうので、そのお菓子代っていうのもかかりますし、で帰ってから、今日は疲れたからちょっとご褒美にちょっといいご飯食べたいなと思うけど、お店は閉まってるのでちょっと良さげなお惣菜、一番安いお惣菜じゃなくてちょっと高めのお惣菜買ったりとかっていうことをして、で休日は美容医療にハマってたりしたので、なんかレーザーみたいなのやってみたりとか、それもね1回1万7,000円とかしましたし、とかなんかセール品の服があるとすぐそれを買っちゃったりとか、でも着ないとかよくわからないことしてて、で、お金たまらなくてなかなかたまらないなと思ってたっていう。そうですね。でそこがその極端な浪費家ではないし、むしろ自分は我慢してるから、だから貯金できるはずなんですよ。貯金に見合うくらい、貯金できるはずだって思うくらい我慢してたので。ただ別に貯金って感情じゃないので、数字なので我慢とか関係ないんですけど、っていうのがもう一番明らかになったのが家計簿アプリ導入したことで、全然使ってないと思ったらめっちゃ使ってたっていう。自販機で飲み物を何回も買ったりとか、お菓子ですよね、菓子パンとかなんか買ったりとかで、自炊もしてないので食費が結構かかったりとかっていうので、一個一個の支出って大したことないんですよね。自販機だったらもう150円とかなので。ですし、服も1回そんなに高いもの買ってなかったので5,000円以下とかなので、すごく節約感あったんですけど、それがちりつもでいっぱい買ってたので、もう年間その浪費額だけ集めても年間100万円以上いっていて、私こんな使ってたんだってなって、もう最初はクレジットカードがなんか悪用されてるくらいの感じで思ってたんですけど、そんなことは全然なくて、なので家計簿アプリで見える化したことでそれを自覚した。だからもう被害者意識すごいあったんですけど、むしろ加害者でしょみたいなくらいの浪費をしてたんですよね。
実際は私はこれが満たされたら幸せっていうのが分かってないんですよね。なのにその穴を埋めようとしてなんか目についたものをとりあえず買えばその穴を埋められるはずだみたいな感じでバンバン買ってたら、なんて言うんですかね、その穴が分かってないのに埋められるわけないじゃないですか。だから実際は私の場合その会社でのストレスっていうのもありましたし、もっとこういうふうに仕事したいのにできないとか、あとそもそもそんな服とかどうでもよくて食べるのが好きなのにそんななんか食べることにお金使ってなかったり時間も使ってなかったり、例えばなんかもういろんなお店調べてここが美味しいって噂だから行こうとかそういうこと全然してなかったんですよ、食べるの好きなのに。とかっていうのがやっぱり自分が分かってないからすごく支離滅裂なことをしていたんですよね。最初は本当に意外とできるじゃんで、もうその脂質が下がるっていうゲームを楽しんでたみたいなところがあって、もう何でもかんでもとにかく脂質を下げてみようって最初はしたので、もう食費も下げるし家賃も下げるし、水道光熱費もできるだけ使わないとか、あとコスメも買わないしシャンプーはもうめちゃくちゃ厳選して安くてできるだけいいやつだけ買うとかすごくその全体的な生活レベルをガッと下げてみたら、あれ意外と大丈夫じゃんみたいなことになって、でそれってなんか割と、コツというか仕事に集中してたっていうのがあって、転職直後だったのもあって新しい環境で仕事で大変っていうのもあるんですけど、純粋に転職直後の仕事の方が楽しくてそっちに夢中になってたから、別に何て言うんですかね、家が新築アパートから築30年になる方があんまり関係なかったっていうのも実際のところではありますね。あとは新築のアパートから築30年くらいのアパートに引っ越しはしたんですけど、リフォーム済みだったので綺麗なんですよね。それも内見して確かめた上で引っ越してるのでとか、なんかやっぱ自分なりのコツを抑えるっていうのが結構大事かなと思っていて、私実家も築30年くらいでも実家好きなんで、じゃあ別に築30年のアパートでも良くないというふうな考えに変わったっていうのもありますし、あとは結局掃除苦手なので住み始めるとどんどん新築だろうが築30年だろうが同じくらい汚くなっていくんですよね。だから結局変わんないじゃんっていうのがあったりとか、あと食費も下げてその自炊だけにしてみた時になんか最初味飽きたんですけど2週間くらい経つと慣れてくるんですよ。でこれってやっぱりいろんななんていうんですか、研究でも言われてると思うんですけど、習慣化が大事みたいな研究で、習慣化どういうふうにできるんですかっていうと、最初は変化によるストレスがかかるから辛いって感じたりするけど、なんか 2,3 ヶ月経ってくるともう習慣化されてしまうからそれが当たり前になるみたいな話ってよくあると思うんですけど、まさにそれで別にそれが当たり前になっちゃえば辛くもなんともなかったりするっていうのを、実際やってみたんですよね。その習慣化の本とかを読んで本当かなと思いながらやってみたら本当だったから、じゃあ別にいいかみたいな。だからあんまり辛いっていうのはなかったです。その時一番はもう副業に取り組むこと、それ自体だったような気がしますね。し、あとはそうですね、食事のところで言うとつけ麺が好きなのでつけ麺はたまに食べてました。あと転職先の仕事も新しく何かを覚えるのが基本的に好きなので、転職先の仕事も楽しかったですし、なんて言うんですかね、26歳女性たるもの休日にアフタヌーンティーを飲みに行かなければならぬみたいな価値観だったんですけど、別にそれなくても自分幸せだよねっていうのが分かったんですよね。なんかすごい大学時代の親友といいご飯に行くのはめっちゃ楽しいのでそれはそれでするんですけど、それはもう親友と話すことが目的であって、アフタヌーンティーはおまけというかなんかそういう感じですね。天気良ければ公園でいいんですよ。もうその時は家計簿アプリに全部自分の銀行とか登録してあったので家計簿アプリを毎日見てて、まず朝起きて見て、で会社の昼休みで見て、で
そう会社から帰って見るみたいな、なんかめちゃくちゃ見てて、そこまで見る必要はなかったと思うんですけど、もうそれこそ節約オタクになってたので、節約が楽しい、どんどん自分の資産額が増えていくのが楽しいっていう、そういう状態でしたね。4年間ですね。まあ収入が転職で上がったっていうのもあると思いますけど、26から29の間の4年間でしたね。いえ違います。もともとはそんな節約って成功できるかどうかわからなかったですし、例えば私も当時節約系 YouTuber とかを見てて、この人はできたかもしれないけど私は難しいんじゃないみたいな、なんかそういうところからちょっとずつ入っていったので、なんかやれるところまでやってみよう精神で始めたので、最初正直目標はなくて、でやってみたら本当に一番最初の半年とかで150万くらいいって、このままいけば年間300万いけるのかなと思ったら本当にいけて、じゃあ同じことを3年くらい続ければ1,000万円いくってことなのかと思って、いやでも同じことって言ったってそんな甘くないよなと思って続けたら本当に1,000万円いったみたいな。そうですそうです。だんだん仕事にも慣れてきて、求められるハードルっていうのも高まっていた時期でもあったんですよね。転職後で3年目くらいだったので。で、ちょっとチームが異動になって違う上司とか違う先輩と一緒に仕事するっていう風なタイミングで、しかもなんかすごいその会社の売り上げの結構なパーセンテージを担ってる製品、すでに量産されてる製品の改良を任されて、でなんか実験とかやって改良するわけですけど、それ自体はなんか楽しかったんですけど、なんか上司と先輩の言ってることが違くて、あれやれこれやれが違くて、どっちやねんみたいな、なんかそういう状況が結構あったんですよ。いっぱい何度かあってとか、そういうなんか多分表面的にはそうなんですけど、多分他にも覚えてないだけでいろいろあって、もちろん私の至らなさもあったと思うんですけど、もう夢の中で仕事してるくらいの感じで、って起きて、で朝3時でそのまま眠れないで会社行くとかで寝不足みたいなのでどんどんうつに近づいていったっていう。 YouTube はその一番本業の仕事がきつかった時は YouTube も別に投稿してなかったので、なんか両方やらなきゃでうわーってなったっていうよりは、もうシンプルに副業じゃない、本業がしんどくてうつになったって感じですね。いや思います。めっちゃ時うつ状態ですってその精神科のお医者さんに診断されて、もうこの休み明けから休職してくださいって言われて、いやでも引き継ぎがって言ったら、いやそんなこと言ってたら休職できないからいつまでたってもって言われて休職したんですよ。で1ヶ月休職半強制的にしたことによって人生を見直すことができたので、このまま復職するのか、それとも会社を辞めて YouTube っていう道に挑戦するのかって真剣に考えたら、YouTube の方の道に進みたいって思えたので、その時点では別に YouTube が失敗する可能性だってあったと思うんですけど、なのでわからないんですけど、その時点ではでも挑戦する機会になったっていうこと自体がすごい大事だったなって思いますね。そうですね。でも安心感も一応あったんですけど、もちろん1,000万円資産があったから、3年4年くらいは YouTube で全然稼げなくても生活はしていけるぞっていうのも一応理性としてはあったんですけど、それ以上に理性じゃない部分で YouTube が楽しすぎるからもっとやりたいっていう思いが大きくて、どちらかというとそっちでやめたんですよね。一番思ったのは月平均で10万円で生活できるって分かった時に、もうこれ破綻しようがないのではと思ったんですよね。もともと老後の不安とか、どうやって生き抜いていけばいいんだろうとか、そういうところが不安で始めた資産形成だったんですけど、月10万円で自分が生活できるなら別にコンビニバイトでも生きていけるじゃないですか。ってなった時に、現実的にはね、その50代60代で体力的問題がとかあるんでしょうけど、目先のところ別に困んないなとか思ったりとか、あとどうしてもなんて言うんですかね、当時も、うつ状態になる前も、結構考え込みすぎちゃって有給休暇使って休んだりとかよくしてたんですよ。
だからそんな体力ない自分が嫌だなというか、こんな自分が嫌だというか、本当にこんなんで今後社会人として生きていけるのかなみたいな不安はもともとあったんですけど、そこから一方で例えばちょうど2022年か2022年の2月に YouTube で初収益13万円くらい入ってきて、会社じゃなくて自分一人で01でやったことで月13万稼げて、で生活費10万円だったらなんか大丈夫じゃねみたいな、人生大丈夫じゃねみたいなことがあって、そういう表面的なお金の部分っていう意味での自己肯定感というか、なんとかなるでしょっていう。そうですね、嬉しいというか最初びっくりしましたけどね、こんなに何もしてなくて生きてていいんだみたいなただ生きてていいっていうのが腹落ちしたんですよ。言葉上はなぞれるんですけど、働いてた頃もなぞれてたんですけど、生きてるだけで偉いみたいな言葉あるじゃないですか。でも本当にただ生きてるだけでもういいんだっていうのは、会社辞めてから朝の散歩を田んぼばっかのとこに住んでるんで、田んぼの隣の道を歩いてる時にすごい実感しましたね。私会社辞める時誰からも反対されてないんですよね。だから会社辞めて YouTuber になるとか言ったら反対されそうなもんじゃないですか。全然反対されなくて、いいんじゃない、向いてるよみたいな感じなんですよね、みんな。でしかも業界もおそらく向いてなくて、物理学をやってたっていう意味では電子部品系のメーカーの開発は向いてるんですけど、この辞めてみてからメディア系の方と関わってると、このメディア系に行った方が広告系マーケティング系とかそっちに行った方が向いてたのかもって思ったりもしますし、自分が社会に価値提供をしてその対価としてもらえるものがお金っていうのは、仕事の意味定義、自分なりの定義でもあるんですけどっていうのが一つと、今のがお金をどうやって得るかの話ですね。で使う部分で言うと、何かやりたいことのための手段がお金だと思ってますね。だからもともとは浪費家時代は苦しんで会社員をしてた時は会社で苦しむことでお金がもらえるくらいの価値観だったので、そこは大きく変わりましたし、お金を、人よりちょっと今多く持ってるわけですけど、多く持つことの意味というかみたいなこともちょっと分かってきたというか、こう使っていきたいなみたいなのはありますね。変わってきました。思いますね。多分結構考え抜いてる人だったら最初からお金がなくても幸せだよねってことに気づけるんですよね。この日本であればって話ですけど、その最低限の生活っていうのは保障されてますし、ある程度自立した大人であれば別に、東京で年収100万以下だったとしても住めるところもあるし、図書館で本を読む楽しみっていうので満足できる人であればもう全然0円で趣味完結できたりとかするので、結構なんていうんですかね、知的教養のあるすごい現代的な生活っていうのは年収100万でも全然できるんですよね。っていうことにでも実際はそれを気づけないんですよ。多分それこそ資産1000万円とか持つっていうことを経由しないとなかなか気づけないのかなと思います。私の場合は結局死ぬことが怖くて死から目を背けていたんですけど、人はいつか死ぬのでもういつ死ぬか分かんないですけど、もう二度と何も経験できなくなるし、何にも挑戦できなくなるし、もう何も美味しいと思えなくなったりとか、もう一度も笑えなくなるっていう状態が来るわけですよ、必ず。っていうのから目を背けていたから、お金からも目を背けていたしっていうことだと思うので、私がお金に
ちゃんと向き合うことができたのは、お部屋探しはエイブルアンビリーバブル、お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しはエイブルがワンダフルエイブル。その私がお金にちゃんと向き合うことができたのは、その自分の死と向き合ったからでもあると思うんですよね。そこなんか私は結構一緒だったので、それって自分の人生に覚悟を持つことだし、結局いつか覚悟を持たなきゃいけない時は来るので、それが早い方がより早く自分の人生こうしていきたいっていうのが見つかるエネルギーに変わるのかなと思うんですよね。だから、死ぬの普通に怖いですけど、でもいつか来るっていうことをゆっくり受け入れつつ、そんないつか死ぬんだったらこれやりたいみたいなことがあれば、だったらなんかこんな生活してないでこれやらなきゃみたいなのが自然に見つかるので、それを見つけるのがいいのかなと思います。エイブルに来る人っていい顔してるよな。新生活を始める人だからね。俺たちもいい顔で出迎えなきゃな。ああ、はい。お部屋探しはエイブルに来てみる。エイブル